業界初6色ある表ソフトスピンファイヤーやっすんも使っているラバーです。これが切れるんだね。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすです。今回はワールドラバーマーケットパートナーの卓球丼さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。卓球丼さんはバック表ソフトのカットマンです、今回もカットマンの動画コンテンツ、撮っていきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今回はですね、はい、卓球丼さんが本色ラケットに採用しているラバーのシダを改めてしていこうと思います。ハマー超極薄 0.5mm はい、最近ですね、ハマー極薄のスポンジが変更になりました、仕様変更ということで、その際に、従来から採用されている 1.0mmに加えて、はい、超極薄として 0.7mm、0.5mm というハマー自体3種類のバリエーション展開となりました。で、スポンジの仕様自体が少し変わったので、打球感などもちょっと変わったのかなということで、改めて卓球丼さんにそれぞれシダをお願いしたところ、本色採用は一番薄い 0.5mm。 そうですね、はい、0.5mm にしました。はい、ということで、どういう良さがあるのか、より薄くなったこと、スポンジの変更があったことでどういう良さが出てくるのか、どういうプレーがいいのかっていうところを、実際に打ちながらですね、掘り下げていきたいなと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあワンコースカットお願いします。回転かかってますね。全然弾まない。ポーンってやったらもうやばいよこれ。全然弾まない。ポーンってやったらもうやばいよこれ。ちょっと切れてる。ちょっとボールが高くなっちゃうけれども、はい、すごい威力を全然いなすことができるように感じますね、前よりも。1ミリの時はあれができなかったんですよ。今みたいに振り切って失速するようなボール、あれができなかったから、どうしてもピーンっていうふうな速いになっちゃう、その強いボールの時にね。逆に言うと、その1ミリから 0.5 ミリに変えた直後はネットミスが多い感じだった。変えた当初はそれで使いにくいって思われるかもしれないんだけど、振り切った時はかなりすごい変化が出る。なるほど。やばいです、これはやばい、マジで。もうこれやばいもん、これやばいもん、これ。うわー、飛ばないんですよ、本当に。僕のイメージでは、僕のドライブってすごいゆっくりではないじゃないですか。表ソフトのカットマンの方だと結構ナックルが多いんですね。ピーンって飛んでいくような。ドンさんのは全部変化ついてますね。すっごいよこした。そう、本当に結構強い球だと今までは切れないの、これ表だとね。そうですね。パワードライブでも切れるっていうのがすごいいい感じ。じゃあせっかくなんで強いドライブ打っても。もうお願いします。うわー、これやべえ。うわー、これやべえ。上手なカットマンの方って糸を引くようなカットとかって言うじゃないですか。わーって滑らかな弾道で、あれって粒高の話だと思ってたんですよ。そうだね。今のカットは糸引いてましたね。これいや結構難しいですよこれ。
難しいんだけどハマったらやばいですね。うんハマるまでは確かに大変なんだけど、ちょっと角度を見つけるのが大変。あ、ごめん。入りそう。これやばい。これやばい。マジかこれやばい。これやばい。マジか落ちるか。今までのカットだとこうなるんですよ。はい。ちょっとやってみてください。こんな感じになる。そうそう、ナックルカットが来てこれ今まではこれしかできなかったの。た。角度で合わせてこうまっすぐ飛んでいくナックルカット。そうこれがさっきみたいにすごい遅いぶっちぎれカットができるから、もちろんナックルカットもできるんで、はい。表の弱点が1個消えたんですよね、これね。じゃあ強打に対しての変化幅、うん変化量っていうのがすごくつくようになった。全然つく。まあつけやすいっていうのが私が。なるほどなるほど。ありがとうございます。はいじゃあハマといえば、うんつっつき。やっぱりつっつきの変化って皆さんすごい気になるところだと思うので、バックつっつき、はいお願いします。グッグッいやこれすごくない？まあこれいやすいません、ちょっと笑いすぎてるところで、でもほんとすごいんだよ。パワーアップしてますね。やばいんだよこれ。すごい鋭く入ってくるんですよ。鋭く入ってきてめちゃめちゃ切れてる。これ1ミリの時にはまあこれ私の経験上なんですけど、はい、若い20代の学生上がりのさ強いやつに、はい、やっぱちょっと浮くんだろうね。はいはいドーンって打たれるんだけど、はい、0.5 にしてからボットボト落とすよ。本当に面白いぐらい楽しいぐらい変化がつく、ね、やばい。これやばいですね。これこれが要は今普通にやってるように見えるんですけど、ちゃんと感覚さえつかめばこれ試合中に普通にできるやつですよ。はいはいはド安定です。これがちょっとねスポンジが熱い時はオーバーしてたんだ。ちょっと上に出るような感じ、ポヨンってそうですね。弾んでた時はだから恐る恐るやっちゃって変化がしっかりついてなかったんだと思うんだよね。今は自信を持って振り切れる。いや振り切ってるもんだって今振ってみこれすごいよ本当に。ちょっと無理。詰まるよね。早いよね。し鋭い。で今のはなんかナックルだったじゃないですか、切れたのもあるじゃないですか。要は上からキュッてやったらまあ切れない時だよね。切れない時にちょっと浮いてくんだよ。はいはい打ちやすいんだ俺。はいはいはい、そりゃそうですよね。このつっつきは非常にいい。だって切れない時っていうのは速くて鋭いナックルつっつきですもん。浮くに決まってるじゃないですか。これループもちょっと難しいですよ。これ切れてんだ。こういうのもやりやすい、飛ばないから。なるほど。僕の横下のそうぶち切れつっつきですね。ちょっと角度が狂うと横って吹っ飛ぶんですよね。だからこういう感じになっちゃうんです。はいはい、上に行っちゃうんですけど、弾まなくなってから私の場合はですけどすごい収まる。おー素晴らしい。これが変化をつけても収まるっていう感じがありますね。はいはそうまあでもカットマン人それぞれだと思うんですけど、いはい。この薄くこするやり方感覚さえ掴んでもらえればぜひこれやってみていただきたい。じゃあつっつきは変化量と安定感がパワーアップということです。そうですね。
当てるだけのつっつきが多い場合は 1.0 の方がいいかもがいいと思います。でもせっかく使うんだったら変化量多い方がいいよね。私はね、はい、私はね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、あとは、はい、バック表ソフトを使ってる方気になるのが、やっぱり反撃するとき、攻撃の感覚だったりとか、安定性、そうですね、威力みたいなのは皆さん非常に気になると思いますので、はいはいはい、ちょっとじゃあ、上回転に対しての攻撃とかやってみますか。はいはいはい、はい。おお、ナイスカウンター。ワンツー。なんか率直な感想を言っていいですか。どうぞ。前の方がえぐい球来てましたね。そうだね、そうだね。ちょっと遅くなった。遅くなった。それはそうか、薄い分やっぱり弾まなくなったので、弾まなくなりましたね。威力がなくなった。攻撃、上回転のプッシュ系統は1ミリの方がやりやすいかな。前の方がやりやすいかな。あ、やりやすさもやりやすい。いや、1ミリの方がね、はい。上回転に対するボールね、今やったのは。じゃあ下回転打ちの攻撃もちょっと見せてもらっていいですか。OK です、OK です。はい。これです。これがいいんですよ。これはいいです。かなり。以前よりも威力はやっぱり落ちるんですよ。攻撃自体の速さは落ちるんだけど、今一番いいのは結構つつきを遅くてもいいからちょっとキュッてちっちゃくかけることができるんですよね。はい。回転を変えちゃうっていうことですね。そう。で、相手にワンブロックしてもらったボールを、変化がすごい得意なんで、変化をバシッてつけて点を取るっていうので何点かかなり得点パターンができてます。おお、それはすごい。これが切れるんだね。これが切れるんだね。めっちゃ切れるのこれ。で、角度を一回こうやって押さえてくれると、そうですね。次かなり来るんだよ。フォアでも狂ってくれるから相手が。まあそうですね。下上下上。そう。ずーっとなんかこうやってやると変化効かなくなっちゃうんだけど、はい、ちょっと一回このブロックを入れさせるっていうのはむちゃくちゃいいです。なるほど。じゃあ変化で点を取るためのつなぎの攻撃がそうですそれできるようになった。つなぎの攻撃ができるようになった。はい。そう、一発で抜きに行けなくてもそういうので点を取れるようには結構なってますね。なるほど。落ちるんだわ。落ちるんだわ。これがいいんだわ。弾まないからね、思いっきり触れるんですよ。これ全部違う球が来てるんですよ。最初普通のつっつきでつっつきしたら攻撃されて、この面からブロックの面になって、ブロックしたら今度ブチギレが来るから真上向けなきゃいけないみたいな。これおすすめです。なるほど。じゃあ攻撃においてはこう一発で点をバチンって取る威力はないけれども、そうですね、とにかく安定感が増えたから、戦術だったりこう試合のパターンみたいなのがすごい得点パターンが増えたっていうことですね。増えました。いや曲がってますね。曲がるよね。はい。横回転が戻ってくるのをバックで起こしてあげると、これ回転がかかるからなんと思うんだよ。他の表よりも違って余計曲がるんですよね、いつもより。多分薄いから。薄いからか。球離れが速い分、その勝手にパンっていっちゃうから、回転を吸収する前に跳ね返ってるんだと思う。そうだから3球目でもバック振った時に角に当たってくれる人とか結構いるのよ。あと空振りしてくれる人もいるんだけど、ものすごくバックサーブの横回転が残ってます。ちょっとやってみましょう。
めっちゃ曲がると思うんですけど、まあこれもめっちゃ曲がってます。一つのまあ魅力というか。いやいや、魅力です。やっぱり表ソフトって僕も表なんで分かるんですけど、回転残るんですよ。残るけど、ここまで残るのはちょっと初めてですね。これはだってまずバックサーブ出されたらまずつっつくかどうか迷っちゃうレベルで回転残ってきてます。そうだね。はい。これが結構驚いてそれて、確かに空振りする場合もあるなっていうぐらい曲がってます。そうなんですよ。弾む長は薄いからだよね。はいはいはだからこれもまあ一個ちょっとね、まあやってみてください。い。いや、これ武器ですね。武器です。ありがとうございます。はい、ということでハマー超極薄の 0.5 ミリ、ちょっといいところいっぱい語っていただきました。もちろんその、使い手プレイヤーさんによってはそうですね、こう 1.0 の方が合うよっていう方、 0.7 の方が合うよっていう方、まあそれぞれね欲しい性能だったり、特徴っていうのは少しずつ違ってくるんですけど、卓球丼さんは 0.5 ミリがピタッとはまったやっぱり卓球丼さんのプレーって変化プレー、そうですね、変化そうですね。結構カットマンの中では積極的に点を取りにいけるプレイヤーのジャンルだと思います、どちらかというと。そうですよね、はい、なのでそれ自分から変化をつけていった時の変化量、変化幅っていうのはもうすごい際立ってるのかなと思います、いやいいラバーに出会えていや本当に多分これでしょうね、もうずっと。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ぜひ皆さん試してみてください、はい、ありがとうございました。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。